大家好，我是默默，我是台湾人。こんにちは、台湾人の默默です。有真长一段时间，台湾人互大早了解家己历史的机会。现主时的台湾人有谈历史的自由，选游园徛伫外来政权的角度来看待台湾。咱今仔日影片的重心就是台湾人家己讲家己的历史。今仔日这支影片要来探讨关于1947年发生的日八大屠杀。咱的哪家访日八大屠杀的遗址，哪追溯这场对台湾社会造成极大伤害的大屠杀，伫台湾是安怎来記錄的，也是敢有無記錄到的。228大虐殺の概要についてはこちらの動画を合わせてご覧ください。台湾で一般的には228事件という名称が使用されていますが、私たちの動画ではより事実に即した言い方として228大虐殺という呼称を用います。今日の動画ではこの大虐殺について詳細に話をします。ご自身の判断でご視聴ください。今私がいるここは台北の天馬茶坊遺址、いわゆる228大虐殺の導火線とされている場所です。228大虐殺は中華民国政権が当時まだ日本国籍だった台湾人を組織的そして計画的に虐殺した国際犯罪ですが、約半世紀もの間台湾でタブーとされ続けてきました。1990年代にようやく少しずつ事件について語られ始めますが、ほとんどの場面で1947年2月27日ここ天馬茶坊でタバコ入りの女性が国民政府の役人に殴打されたことから民衆の怒りが爆発し、翌日の228事件が起こったという定説が使用されてきました。でも2024年になってまで主犯である中華民国政権の存在を曖昧にするこの言い方を使い続けるのはもうやめにしたいです。戦前日本の植民地だった台湾は日本の第二次世界大戦敗戦後 GHQ の一般命令第1号という指令により中華民国という中国政権の軍事占領を受けます。日本本土が戦後一時的に米軍の支配下にあったのと同じです。ただ中華民国政権は戦後のどさくさに紛れて台湾を勝手に中国のものであると吹聴しただけではなく、台湾人に対する差別、圧政、性暴力を含む暴行など暴虐の限りを尽くします。台湾人はようやく日本の植民地支配から逃れられると喜んでいたのもつかの間、中華民国政権の傍若無人さに失望し、その不満が積もりに積もっていきました。つまりここ天馬茶坊でタバコ売りの女性が殴打された一件は怒りが沸点に達していた台湾人にとってはきっかけに過ぎない出来事だったんです。それから台湾人による大規模な抗議運動が始まり、中華民国政権がそれを鎮圧するため、そしてこの中国政権の台湾での居場所を確保するために台湾人を意図的に大量虐殺した。これが228大虐殺です。狭い道を挟んですぐそばに28事件引爆地紀念碑という記念碑があります。1998年に設置されたもので、先ほどの説明で述べたような中華民国政権の圧政が続いており、ここでの出来事で台湾人にとっての張り詰めていた糸が切れたこと、そこから台湾民衆による抵抗や中華民国軍からの弾圧があったことなどが記されています。ここは台北で人気の観光地迪化老街から徒歩10分ほどの市街地です。海外からの観光客もよく訪れる場所のほど近くにこのような悲惨な歴史の跡地があるということはあまり知られていないのではないでしょうか。続いて翌日の1947年2月28日、台湾人は抗議のために役所などに向かいます。以前の動画でもお話しした通り、台湾人ははじめ純真無垢に中華民国政権との話し合いをしようとしていて、結果的に行く先々で銃の掃射などによる無差別殺人に遭いました。今は彰化銀行、商華銀行の建物となっているここに、当時は专卖局台北分局、タバコ専売局の台北支局がありました。2月28日朝10時ごろ、台北のデモ隊はまずここにやってきて、正午にはここから歩いて約20分ほどの专卖局總局、専売局の本部にもやってきました。前日にタバコ売りの女性が殴打されたため、タバコの専売局に抗議に来たわけです。商華銀行の建物は当時の建造物が残っていますが、近年中に取り壊し廃築されるそうです。その後人々はさらに抗議のために当時の長官公署、今の中華民国政権の行政院、日本でいうところの内閣がある建物にやってきます。ところが台湾民衆が台北駅という大きな駅の方面から歩いてきて中山南路に差し掛かるあたり、まだ行政院にもついていない段階で中華民国軍による銃の乱射を受けます。ここは今では台北の中でも中心地で、近くに大きな道路や商業施設、5つ星ホテル、政府機関などが立ち並ぶエリアです。
この行政院の建物の2階から中華民国の軍人が一般市民に対し銃を向けて待ち構えており、やってくる人々に容赦なく発砲しました。これにより現場は大混乱に陥り、生き残った一部の人たちは慌てて台北新公園の方向へ向かいました。午後2時ごろ、先ほどの射撃から逃れた人たちがここ台北新公園、今の28和平公園にやってきます。ここは当時ラジオ放送局があり、たった今軍が躊躇なく一般市民を殺害する様子を目の当たりにした人々は、ここのラジオ放送局に乗り込み、台北での一部始終を台湾全土に伝えました。放送内では他にも陳義という台湾にやってきた中華民国政権のトップであった人物の腐敗に対する批判も行い、各地の地方自治体でも一緒に中華民国政権の役人に抵抗することを呼びかけます。中華民国政権の暴政に不満を感じていたのは当然台北の人々だけではなかったので、この放送を受けて台湾各地でもデモが起きたり、安全維持のための自警団ができたりしました。そしてその後、この反乱について中華民国政権と協議を行う目的で、台湾の各都市で台湾人による228事件処理委員会が結成されます。陳義をはじめとした中華民国政権は、最初はこの処理委員会を阻止するどころか積極的に話し合いに応じる素振りを見せましたが、実際に談判にやってきた委員会の台湾人を待ち伏せし殺害したり、組織名簿を作らせ、その中の台湾知識人たちを率先して逮捕処刑したりしました。当時ラジオ放送局があったここは、現在では台北228記念館になっているんですが、残念ながら現在は改装中で中には入れません。ここは今では名前が28和平公園となっていますが、奥の方にある台北28紀念館の他に228大虐殺を記録するものといえば、このモニュメントとその記念碑くらいです。私は初めてここに来た時、228大虐殺に関する記録があまりにもなさすぎて、後からここが28和平公園だと知った時にはすごく驚きました。ちなみにこの公園のすぐ向かいには台湾大学附属病院があります。日本旧帝大の台湾大学ですね。228大虐殺やその後の白色テロでは、ここの医師や医学部生が多数連行殺害されました。戦前から多くの優秀な台湾人は難易度の高い学部として医学部に入りました。中華民国政権が台湾に亡命して以降、多くの台湾知識人を迫害する中で、医師や医学部生は真っ先にその標的とされました。デモ隊がラジオ放送局にやってきたわずか1時間後、中華民国政権は台北で戒厳令を発動します。戒厳令というのは、主に戦争や内戦などの緊急時に全国または一部の地域で司法権、つまり法律を行使する権利を軍に委ねる法令のことです。中華民国政権は自分たちの圧政に台湾人が抵抗を始めたことにより、緊急でこの非常事態の法令を発動しました。ここでの戒厳令は1949年から始まり、台湾全土での白色テロにつながった戒厳時代のものとはまた異なります。それから武装兵が次々と街に繰り出し、無慈悲に銃口が一般市民へと向けられました。去年の動画でどこよりも早く中華民国軍による大規模な制圧があったのが台湾第2の都市高雄だと紹介しました。今年は実際に高雄に来てみて、主な弾圧があった場所を巡ってみます。台湾人による抗議運動が始まってから、陳義は台湾人と平和的な解決に尽力するなどとイケシャーシャーと口から出任せを言っておきながら、当時まだ中国にいた蒋介石に秘密裏に複数回電報を飛ばし、台湾人の反乱に対して大量の援軍を送るよう要請していました。3月8日に中国から大量の軍が送り込まれ、本格的に台湾での中華民国軍による殺戮が始まるんですが、ここ高雄ではなんとその2日前、3月6日から先立って大規模な制圧が開始されました。中華民国軍の高雄支部トップ顧問地が中国からの援軍を待ちきれずに先に台湾に駐留していた軍で台湾人に対する大量虐殺を行ったからです。1947年3月6日、中華民国政権と平和的な話し合いができると信じていた高雄の台湾人は7名の代表者を選出し、ここ韶山という山の上にある中華民国政権の要塞司令部に向かいました。ただこの代表団7名が到着した途端、中華民国政権は瞬く間に手のひらを返し、因縁をつけこの7名を全員逮捕。その後数名は射殺されます。そして同日の午後2時、ポモンチーの指示で中華民国軍による高雄市内での襲撃が始まりました。駅前、学校、役所など人通りが多い場所を狙って民間人が次々と無差別に殺害されました。ここは現在の高雄市立歴史博物館、もともと高雄市政府高雄市役所だった場所です。
ここでは1947年3月6日に先ほどお話しした7名の代表者の帰りを待っていた台湾人が大勢いたんですが、午後の中華民国軍による闇討ちでほとんどが殺害されました。中華民国軍は役所に到着するなりすぐさま発砲、そして手榴弾までをも投げ込み、ここで約5、60名が殺害されたと言われています。役所内は死体が散乱し、床は血が泥水のように溢れていたそうです。ここは去年の動画でもお話しした愛河、当時は高尾川と呼ばれていました。ここにも遺体があふれ、川の水が血で赤く染まっていたという証言が残っており、当時の惨状を物語っています。ここは高雄鐵路地下化展示館、旧高尾駅です。昔の高尾駅が一部保存されていて、ここのすぐそばには現代の高尾駅があります。ここ旧高尾駅でポモンチーの指示のもと、軍隊が一般民衆を攻撃し、逃げ惑い地下道に入った市民までも中華民国軍は容赦なく銃掃射したり手榴弾を投げ込んだりしました。ここの地下は死体で埋め尽くされ、多くの性暴力も発生し、女性や子供も多数犠牲になりました。続いてここは当時の高尾第一中学、今の高雄高級中学という高校です。228大虐殺の際、ここで激しい攻防戦が行われました。台湾にまとまった数の中華民国人の亡命があったのは1949年以降ですが、228大虐殺が起きた1947年時点で軍人以外にも中華民国政権の官僚などが一定数台湾にいました。台湾人は中華民国政権の暴政に不満を抱いていたため、このような中華民国人の役人は台湾人から攻撃の対象となってしまいました。ここでは雄中自衛隊という自警団が結成されており、学校では中華民国人、いわゆる外省人が保護されていました。中華民国人が外にいると、この闘争に巻き込まれ攻撃されてしまう危険性があったため、台湾人の自警団により率先して守られていたんです。中華民国軍はまず校内でかくまわれていた中華民国人たちを台湾人が虐待していると因縁をつけ、高尾第一中学を攻撃します。その後、他にも台湾民衆が先ほどの高尾駅からこの学校まで避難してきたんですが、人々がここにたどり着くよりも前にほとんどが軍によって惨殺されてしまいました。校内の壁には当時の弾丸の跡が残っているそうですが、中に入っての撮影は控えます。高尾市は海に面している港町です。高尾での大規模制圧があった2日後、1947年3月8日に中国からの援軍が二手に分かれて台湾に上陸し、うち一つはここ高尾の港からやってきました。日本植民地時代と同じで、抵抗がより激しい地域ほど厳しく鎮圧され、高尾はその一つでした。ここでの殺戮を指示したポモンチーは後に高雄屠夫、日本語にすると高尾虐殺男という異名がつきました。高尾虐殺男が中国からの援軍を待たずして台湾人虐殺を開始したことに対し、陳義は痛く不満だったのですが、これは決して台湾人を殺害したことに対しての文句ではなく、援軍が来るまでの間、陳義が時間稼ぎをしていたのに、その計画を高尾虐殺男ポモンチーに危うく壊されかけたことに対する苦情でした。この高尾虐殺男ポモンチーは大量虐殺の罪を問われることは一切なく、それどころか多くの無実の人の命を奪ったこの台湾の地で中華民国政権の役人として次々と昇進し、89歳で生涯を全うしました。228大虐殺は台北や高雄だけではなく、台湾各都市で凄惨を極めました。その被害規模について1992年の行政機関の調査では1万8000から2万8000人の犠牲者がいたと発表されましたが、正確な人数は現在も明らかになっていません。この一連の大虐殺の中で中華民国軍は市政の人を見境なく殺害しており、その過程で具体的な数字などを把握していたわけもなく、また身元がわからない遺体や失踪し行方不明になったままの人も多数いました。台北に戻ってきました。228事件という名前は台湾人による中華民国政権に対する大きな抵抗とその鎮圧が始まったのが2月28日だったことに由来するんですが、正直この名称はこの一連の大虐殺を矮小化してしまう危険性があると思います。なぜなら、例えば先ほどお話しした高雄での事例が起きたのは3月6日だったり、今からお伝えする台北での事案は3月8日や3月16日に起きているものだったりして、決して2月28日のみに集約される出来事ではないからです。それどころか、この一連の大虐殺は3月4月以降も続き、明確な終着点のない組織的大虐殺として現在まで台湾に暗い影を落とし続けています。さて、私が今いるここは圓山捷運站の近く、あちら側は花博公園という大きな公園です。
ここも高尾と同じく一見何の変哲もない平和な場所ですが、228大虐殺における未解決事件があった場所の一つです。この事件について分かっていないことも多いんですが、1947年3月8日の夜、おおよそここの基隆河に架かる橋のあたりでなんと100名以上の台湾学生が死亡したことや、翌日9日この近くの元山路軍仓庫に学生たちの遺体が積み上げられていたことが証言として残っています。これらの学生は前日の夜に反乱を起こした人たちだと中華民国軍側は主張しましたが、わずか18、19歳ほどの若者たちの亡骸には激しく争った跡はなく、現場にも戦った形跡が残っていなかったこと、また遺体で発見された学生たちは武器を携帯していなかったことなどから、後の分析では中華民国軍に騙されて倉庫付近の見守りを行った学生団体が奇襲攻撃にあったのではないかという説もあります。ただ真相は闇に葬られたままで、確かなことは現在も分かっていません。最後にここ南港橋は台北の端っこ、 MRT ブルーラインとブラウンラインの終着駅捷運南港展覧館站のほど近くにあります。この橋は228大虐殺当時の様子を知る一部の地元民からは八仙橋と呼ばれています。1947年3月16日、この橋の下に8体の射殺体が横たわっているのが発見されました。身元が確認された遺体の中には裁判官や医師など当時執拗に狙われた台湾知識人たちも含まれており、うち3体は身元不明のままでした。遺体の両手は後ろに縛られた状態で、口に布を詰め込まれ、服は剥がされ、貴重品は持ち去られるなど無残な姿で放置されており、状況から銃殺された後にそのまま橋の下に投げ捨てられたと考えられています。八仙橋というのはあくまでこのことを知る一部の人による非公式な呼び名です。この周辺には228大虐殺のことを記録するものは何もありません。中華民国政権による意図的な記憶抹消への抵抗として228大虐殺の一部をここに記します。台湾人愛讲家己的历史，无论是现实中也是网络顶，常常拢有人讲台湾人应该爱放下。我感觉这句话对台湾人有影足无公平。承认错误了后，才有立场毋望对方原谅。一边暗藏历史，一边要求对方来和解，是一种暴力，是强迫对方点点卖出声，甲经历过苦楚拢总吞落的暴力。若是外来政权无承认128大屠杀是对台湾人的族群屠杀，安尼是要爱台湾人放下啥？无承认过错是要安怎和解？伫台湾这块土地发生过的代志，阮会继续讲，继续徛伫台湾人的立场，讲台湾人的历史。今日的影片就到这，咱后一支影片再会，拜拜。